にちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2024年4月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと4月30日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。オークスマストダイ3、4月17日からゲームパスに対応します。迫り来るオークやクリーチャーの大群から自陣を守り抜いていくアクションゲーム。本作ではステージにトラップを設置してオークたちの侵入を阻止するといったタワーディフェンスの要素に、自身で剣や銃などを扱いオークを倒していくといった TPS アクションの要素を組み合わせているのが特徴です。またオンライン2人協力プレイにも対応し、フレンドと一緒に遊ぶことも可能となっています。EA スポーツ NHL24、 4月18日からゲームパスアルティメットに対応します。2023年10月に発売されたシリーズ最新作となるアイスホッケーゲームです。本作では攻撃ゾーンでプレッシャーをかけ続けることによりゴールキーパーに疲労が生じて反応速度が低下するなど、これまでにない新たな効果が導入されています。過去作と同様に日本語には未対応となります。百英雄伝、4月23日発売日初日からゲームパスに対応します。幻想水湖伝のクリエイターたちが手掛ける新作 RPG で、かつての JRPG の良さを大切にしながらも現代的なスタイルへと進化させたような作りの作品となっています。2022年には前日譚となる百英雄伝ライジングが発売されましたが、今回新たに発売される百英雄伝の方が本編であり、開発も先に行われていました。そのタイトルの通り、100人以上に及ぶ仲間キャラクターが存在しており、その全員がフルボイスに対応。3人の主人公として数多くの英雄たちと出会いながら、やがては戦乱の世に身を投じていくという壮大な物語が描かれています。キャラクターたちは美麗なドット絵で描かれているのに対して、ワールドマップや街、ダンジョンなどは 3DCG で作られています。戦闘システムにはオーソドックスなターン制のコマンドバトルを採用しており、前衛3人、後衛3人の最大6人のパーティー構成で、シンプルでありつつも戦略性のある戦闘を楽しむことができるとのことです。発表から長らく経ちましたが、いよいよの発売となりますね。また、前日譚である百英雄伝ライジングのジャンルは、今作とは異なる 2D 横スクロールアクションゲームとなっていて、こちらもゲームパスに対応しています。ライジングから本編への引き継ぎ要素もありますし、ライジングは非常にコンパクトなボリュームで楽しめる作品なので、まだ未プレイの方はぜひ、ライジングの方から触ってみてください。アナザークラブズトレジャー、4月25日発売日初日からゲームパスに対応します。崩壊の危機に面した海底王国を舞台に、ヤドカリを主人公にした高難易度ソウルライクアクションゲーム。主人公のヤドカリ、クリルは空き缶やマグカップなどの落ちているゴミを貝殻のように装備して、自分よりも何倍も大きく強力な敵と戦っていくこととなります。ただし、クリルの装備は何度か攻撃を受けてしまうと壊れてしまうため、壊されないように回避しながら戦ったり、別の装備を探したりして進めていくような作りとなっています。本作では攻撃手段も豊富に用意されていて、フォークやナイフ、割り箸といった武器を利用することが可能。また、うまみというアビリティ要素も存在していて、エビのような素早いバック回避ができるようになったり、釣り糸を使って敵を引き寄せたりすることもできるとのことです。さらに今作ではソウルライクゲームの初心者からコアなファンまで幅広いプレイヤー層に楽しんでもらえるようにとアシスト機能が搭載されていて、難易度を下げて遊ぶこともできるようになっています。ヤドカリソウル待望の発売となりますね。とても期待しています。マナーローズ、4月26日発売日初日から PC ゲームパスに対応します。14世紀のヨーロッパを舞台にした歴史都市建設ゲームです。資源と生産ラインを管理し、人口を進めて領地を拡大。他の地域との交易や領主たちとの外交を通して富と名声を築いていきます。本作は4月の段階では PC のみで先行発売、後に Xbox でも発売され、ゲームパスに対応することが決定しています。Have a nice です。4月30日からゲームパスに対応します。
死神界の会社の社長として暴走した部下たちと戦っていくハイスピードローグライクアクションゲーム。本作はダークでありつつも面白い世界観で作られていて、様々なステージを攻略していき、サボっている社員や略奪を計画する部下たちを鎌で指導していくこととなります。戦闘面ではハイスピードなアクションを楽しむことができ、死神の鎌を使った攻撃やダッシュ回避の他にも様々なスキルを使用して強力な技を繰り出すことも可能とのことです。全編を通して高難易度でハイテンポな作品となっています。また4月17日には以前からゲームパスに対応しているグラウンデッドに最新のアップデートが配信され、新たに日本語が追加されます。フォールアウト、ニューベガスやアウターワールド、ペンティメントなどを手掛けたオブシディアンエンターテインメントによるアクションゲームです。体が小さくなってしまった少年少女たちとして家の裏庭を探索しながらアリやクモ、カメムシなど様々な虫と戦い謎を解き明かしていくという作りになっています。本作では食料や水などの補給も必要で、草や木などの資源を調達して拠点を建築し、強く巨大な虫を討伐してより良い装備を整えていくといったサバイバル要素も含まれています。私は虫がものすごく苦手で、ゲームの中で見るだけでも大騒ぎしてリアルに逃げ出すくらいなのですが、登場するのが小さめな虫から徐々にスケールアップしていくような感じで、本作のおかげで少し虫に対する耐性がついたような気がします。ゾウムシさんが少し可愛く見えるようになれた気がします。なお、クモだけは苦手な方向けに雪だるまのような見た目に変更できるオプションが存在します。非常によくできているゲームで、オンライン最大4人の協力プレイにも対応。フレンドと仲良く遊ぶのに最高の作品なので、今回の日本語吹き替え対応を機に、リプレイの方はぜひ遊んでみてください。ここからは4月30日をもってゲームパスから外れるタイトルの中からおすすめタイトルをご紹介します。レイブンロック、不思議の国のアリスを題材にしたアクションゲームです。本作では主人公の少女としてボクセルアートで描かれた奇妙で不気味かつ美しい世界に迷い込んでしまい、冒険へと出ることとなります。敵を倒してレベルアップ、お金を貯めてポーションなどのアイテムの購入。戦闘面では攻撃とダッシュ回避の他にガードや魔法攻撃なども揃っていて、複雑な要素のない分かりやすいゲームとなっています。発売時点では日本語未対応でしたが、2023年の12月のアップデートで日本語が追加されています。ただこの日本語訳が直訳気味な感じで、かなり違和感がある訳になってしまっています。ゲームを進める上では困りませんし、非常に短いボリュームで楽しむことができる作品で、私は4時間で実績コンプまで遊ぶことができました。今から始めてもすぐにクリアまで遊べますので、気になる方はぜひ。ピクニック、ほんわかとした可愛いグラフィックで作られたアクションゲーム。子供向けにも見えますが、ストーリーにはしっかりとユーモアがあって気楽に触れる作品です。こちらも同様にコンパクトなボリュームで、私は4時間でクリアできました。他にもピクセルアートで作られたローグライクアクションゲームのルートリバーや、物理演算を利用したサンドボックスゲームのビシージ、海外のみで配信されているセブンデイズ2ダイなどが終了となります。ということで、今回は4月後半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと、4月30日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報やレビューを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。Twitter の方も情報発信行っているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。